なんかすごい大変なんだけど、違う気がする。あれ？入った。はい、どうも皆さんこんにちは。ぼっち楽しむふじやんです。今回はですね、ゆるキャンに影響され道具購入したキャンプ未経験者の失敗、こちらについてご紹介します。最近のキャンプブームの火付け役はいろいろあります。その中の一つにゆるキャンは必ず入るのではないでしょうか。特に、お話の冒頭に出てくるシマリンという女の子のキャンプ道具とキャンプをしている元栖湖の美しさに影響され、経験がないのにキャンプを始めるインドアオタクおじさんはきっと、僕だけではないはずですよね。いますよね、そんな人。今回は、ゆるキャンのシマリンやシマリンのおじいちゃんが作中で使っているキャンプ道具を見て憧れて購入して後悔した、キャンプ初心者の僕の経験をご紹介します。ゆるキャンの作中でシマリンは最初自転車で、その後はスクーターでキャンプ場に行くようになります。シマリンのおじいちゃんは初めから大型バイクに乗っています。僕みたいな初心者の徒歩ソロキャンパーには自転車やスクーターやバイクでキャンプ道具を運ぶ場合と徒歩キャンパーの運べるキャンプ道具の違いが分からなかったんですね。この動画を見ると徒歩キャンパーが使うには厳しいゆるキャンに出てきたキャンプ道具について分かります。そして動画の最後にゆるキャンに登場するキャンプ道具で徒歩ソロキャンパーが使い続けているキャンプ道具をご紹介しますので、最後までぜひ見ていってください。僕の YouTube チャンネルではキャンプを始めたい、ソロキャンプに興味がある、徒歩ソロキャンプをしてみたいけど不安という皆さんに、僕が徒歩でソロキャンプを始めてから経験した良かったこと、失敗したこと、楽しみ方やこれまでに苦労したこと、キャンプ道具のご紹介などを動画にしてお送りしていきたいと思います。興味がありましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと概要欄に Twitter、Instagram の URL も掲載してありますので、よろしければフォローをお願いします。まずはゆるキャンから影響を受けて、キャンプ未経験者だった僕がキャンプを始める前に購入した、キャンプ道具をご紹介します。なんかすごい大変なんだけど、違う気がする。あれ？入った。で、2段目か。2段目が、こうして、こうして、ふい。はい、こちらになります。結論から言いますと、今回ご紹介するこのキャンプ道具、今でも使っているのはこの中の2品、正確に言うと3品か、3品しかありません。理由としましては、徒歩で運ぶには重い、そして大きい、徒歩ソロキャンパーには向いていませんでした。徒歩ソロキャンプは、キャンプ道具が増えると楽しみより苦痛と行動制限が比例して増えてしまいますので、いくら憧れのキャンプ道具であっても
何でもは持っていけないんですよ。詳しくは、僕の加工動画初の徒歩ソロキャンプで失敗、荷物が重すぎたをご覧ください。ゆるキャンの第1話、シマリンが自転車に荷物を乗せ、キャンプ場に向かうところから始まります。キャンプ場で受付を済ませ、テントや椅子を広げ、手際よく準備を始めますが、このシーンで彼女が使っているグッズが次々ご紹介されていきます。このシーンを見て、インドア派オタクおじさんがキャンプを始めようと思ってしまったわけです。そのぐらいインパクトのあるシーンでした。では、一つずつご紹介します。まずは、バーナーとガス缶、外、マイクロレギュレーターストーブ、ウィンドウマスターと専用4本ごとくと、それから外のパワーガス250。こちらの商品はですね、風の強い場所や0度以下の寒冷地でも火力が衰えないシングルバーナーです。通常、ウィンドマスターはここの部分ですね。ちょっと見えますかね。3本のごとくがセットで付いています。が、これ3本だとちょっとね、上に物を乗せた時に安定しません。そんな時に追加で4本のごとくが購入できます。こちらが4本ごとくですね。次はクッカー。こちらはコールマンパックアウェイ。こんな感じですね。これはですね、赤いハンドルが特徴的なクッカーです。基本的にはソロ用ですが、ここの中にメモリがついてるんですけど、900ミリまでお湯を入れられるので、そうですね、袋タイプのインスタントラーメンは余裕で作れるサイズです。これは使ってる人多いのではないでしょうか。キャプテンスタックアルミロールテーブル。ソロから2人用で一番人気のテーブルと思います。こちらですね、ソロキャンパーさん、グループキャンパーさん限らず使ってる方をよく見ます。くるくると収納できるコンパクト設計が大人気です。次はランタン。ジェントス LED ランタン。おそらく LED ランタンで一番人気のブランドかと思います。明るくて他のブランド製品に比べて、値段が安いところが魅力的です。次にシマリンのおじいちゃんのキャンプ道具に影響されて購入したものをご紹介します。アニメゆるキャンの確か6話だったかと思います。シマリンの同級生の千秋ちゃんという女の子がキャンプ場の木陰からキャンパーさんを見つけて覗いているんですね。その時に出てくるのがシマリンのおじいちゃんです。このほんの少しのシーンなんですけど、めちゃくちゃ僕は影響されました。そんなシマリンのおじいちゃんが使っていた道具、これはね 100% 確実にこの商品だってちょっと言いにくいのですが、おそらくこれじゃないかと。まずテント。これらがそうなんですが、ローカスギア。シマリンのおじいちゃんはこのローカスギアというメーカーのテントのクフ HB だと思われます。大きさからして。僕のはですね、カフラ HB というものになります。で、大きさとか使用している、こういった、これポールなんですけど、ポール。こういったものはですね、ちょっと違うんですが、大きさが。ただ、テント自体の生地などのスペックに関しては、ほぼ一緒です。ローカスギアは神奈川県にある日本発祥、世界に誇るガレージブランドですね。ざっくり、説明すると、ヨットの帆とか、あとですね、防弾ベストに使用されるような強靭で超軽量の繊維が使われているテントです。これ、ワンポールテントなので、ペグというこういった、これ地面に刺してテントを固定するんですが、ちょっとフローリングではね、無理なんで、僕が以前、キャンプ場で撮影した写真をこちらにご紹介します。こんな感じになります。次はコット。これ簡易的なベッドですね。こちらになります。サーマレストラグジュアリーライトメッシュコット。この形状のコットで、ここが丸足になってるんですけど、これ今流行っているんですが、コピー製品がです
ね、たくさん出てるんですよ。ただ本家はこのサーマレストのラグジュアリーライトメッシュコットになります。で、こちら、簡易ベッドなのに、わずか重量 1.6 キロ。他のブランド製品だと、だいたい2キロから9キロぐらいの重さなので、まあ軽い方ですね。コットの中では。あとこれ、マットなんですが、サーマレストファスト&ライトシリーズプロライトプラスという、マットです。自動膨張式のマットレスで断熱性が高いです。さらに、もし、これ空気を入れている、風船みたいな感じなんですけど、パンクしても最低限のクッション性と断熱性は維持できるという、トラブルにも強いマットになります。他に細かい、ところで言うと、シマリンだと、こういったブランケットですね。ブランケットはどちらかというとなでしこですかね。と、あとはこういったネイティブな、柄の敷物。あとそれ以外だとこういうホットサンドメーカーですね。これ中にパンを挟んで焼く器具になります。シマリンのおじいちゃんだったら、あと細かいところで言うとこちらオピネルナイフ。これキャンパーさんで、愛用している方多いですね。こういったナイフになります。これ何番だっけな、これは6だったかな。これ番号が増えると大きくなっていくナイフなんですが、僕はちょっと小さめなものを最初に買いました。これとあとはこういった、鉄製の鍋、スキレットっていうんですが、これキャンプで使ってる方多いですね。サイズも、大小様々ありまして、料理に合わせて、使い分けているという感じです。ただ僕は徒歩ソロキャンパーを目指していたので、一番最初に買ったのはすごく小さい、鍋になります。あとですね、これですね。キャンプ始めてから1年ぐらい経ってからですかね、入手した焚き火台ピコグリル。これもですね、シマリンのおじいちゃんと同じものになります。はい。というわけで、僕はキャンプを始める前に、ゆるキャンに影響されて購入したキャンプ道具をご紹介させていただきましたが、徒歩ソロキャンプには重すぎるキャンプ道具ばかりで、最終的にはですね、このバーナー、こちらですね。バーナーとテントと、それから、焚き火台、これだけが残って、他の、今ご紹介したキャンプ道具は、持っていかなくなりました。バーナーの、ガス管に関してはですね、最初こちらですね、こちらの、250入っている、ガスを使用しておりましたが、今ではこちらの105、大きさがこれぐらい違うんですね。105の方に変わりました。とにかく物を小さくするということを意識していましたので、このような結果になっています。これは使わなかったなとか、もっと軽い道具あるわとか、実際キャンプを経験してみないとわからないものですね。ぼっちなので失敗しないとわからないんですよ。徒歩にはきつい重さだよ、そのキャンプ道具って分かっていれば無駄に購入しなかったんですけどね。まだまだキャンプ道具は入れ替わっていくものがたくさんあると思いますが、そのあたりは今後の動画でまたご紹介をさせていただければなと思います。最後に、キャンプ未経験者がゆるキャンに影響されて道具購入して分かったこと。どんなにおしゃれでも重いキャンプ道具は拷問器具。漫画やアニメはフィクション。そして最大の発見は、外のウィンドマスターと
ローカスギアのテントとピコグリルは最高。最後まで見てくれてありがとうございました。キャンプ経験者に聞いてから買えよって思ったら、高評価とチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。